今日はミートソースドリアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はミートソースドリアを作りたいと思います。はい、ということで今回はミートソースとホワイトソースを手作りして簡単なドリアを作っていきたいと思います。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにミートソースの材料からご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、玉ねぎ、人参、ホールトマトの缶詰、ケチャップ、ウスターソース、顆粒コンソメ、塩コショウ、お砂糖、オリーブオイル、ニンニク。ミートソースはこちらの材料で作っていきます。まず合いびき肉なんですが、こちらは牛と豚の合いびき肉になります。そして今回ホールトマト缶を使っていきます。こちらカットタイプでも大丈夫なんですが、ホールトマトの方が旨味とコクがあるので、ホールトマトがある方はぜひホールトマトで作ってみてください。そして今回生のニンニクを使っていきます。もし生のニンニクがない場合はおろしニンニクで代用して作ってみてください。続いてホワイトソースとその他の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、薄力粉、有塩バター、顆粒コンソメ、塩コショウ、ご飯、とろけるチーズ、パセリ。こちらの材料で作っていきます。まずホワイトソースは牛乳、薄力粉、有塩バター、コンソメ、塩コショウ。こちらの5つの材料で作っていきます。そしてとろけるチーズに関しましては、こちらはお好みの量を使ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではミートソースを作っていきます。まずはじめに玉ねぎをみじん切りにします。このみじん切りのやり方はやりやすい方法でやってください。ではみじん切りにしていきます。はい、玉ねぎはこのぐらいのみじん切りにしてください。それでは続いて人参です。人参もみじん切りにしていきます。まず皮を剥きましょう。皮を剥いたらだいたい5ミリ幅で切っていきます。そしたら今度は縦に細切りしていきます。はい。で、縦に細切りしたらくるっと回転させて、あとはみじん切りにしていきます。はい。人参はこのぐらいのみじん切りにしてください。人参とかはね、特にみじん切りするのが結構大変なので、ブンブンチョッパーとか、あとはフードプロセッサーなどを使ってみじん切りにしていただいても OK です。では続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切って、そしてニンニクの芽を取り除きます。こちらはえぐみだったりとか、あとは焦げやすくなるので必ず取り除くようにしてください。そしたらね、あとはこちらのニンニクもみじん切りにしていきます。切りやすい方法で切ってください。はい、ニンニクはこれで OK です。そしてトッピングのパセリです。こちらもね、適当に刻みましょう。はい、パセリはこれで OK です。それではフライパンで炒めていきます。まずフライパンにオリーブオイルです。そしてニンニクを入れましょう。これで火にかけます。火加減中火ぐらいです。まずね、ニンニクの香りが出るまでニンニクを炒めてください。はい。で、こんな感じでじわじわじわと音がしてきて、ニンニクの香りが立ったら、ここにひき肉を入れます。ひき肉をね、このようにほぐしながら炒めていきます。火加減は中火ぐらいです。はい。で、このように8割ぐらい火が通ったら玉ねぎを加えます。そして人参も入れましょう。これを炒めていきます。お肉の旨味を野菜にね、入れ込んでいきましょう。ちょっと軽く混ぜたら塩コショウを軽く振ります。そして炒めます。はい、OK です。このように具材全体にきちんと火が通るまで炒めてください。では調味料などを入れていきます。まずお砂糖です。砂糖をね、最初に入れます。混ぜましょう。お砂糖を加えていただくことでコクが加わってとても美味しい仕上がりになります。最初にね、入れていただくことでお砂糖がしっかりと具材に入るので、一番初めにお砂糖は入れてください。そしたらホールトマト缶ですね。はい。ちょっとね、中水で洗って入れます。まずね、トマトを潰しながら混ぜていきます。全体を混ぜてください。
はい、で全体が混ざったらここにトマトケチャップ、そしてウスターソース、あとは顆粒のコンソメを加えます。そして混ぜます。全体がよく混ざったら火加減は弱火にしてください。それではこのまま弱火で10分から15分煮込んでいきます。焦げないようにこのように時折混ぜながら煮込んでいってください。はい、今ねだいたい13分ぐらい経ちました。こんな感じでね水分が飛べば OK です。このぐらいの感じ、ほんの少しこう気持ち水分が残ってるかなっていうぐらいですね。このぐらいを目安にしてみてください。ミートソースはこれで OK です。それでは続いてホワイトソースを作っていきます。まずフライパンにバターです。そして火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。これで一度バターを溶かしてください。はい、でバターがね半分ぐらい溶けたら火加減弱火にします。そして薄力粉をふるって加えてください。薄力粉はねダマになりやすいので必ずねふるいながら加えてください。はい、でこのように入れたらバターと混ぜていきます。ダマにならないように炒めていきます。だいたいね弱火で2分ぐらいですね炒めていきましょう。この時ね焦がさないようにだけ注意してください。ゴムベラを使っていただくとやりやすいと思います。はい、でこのように加熱したら今度は牛乳を少しずつ加えていきます。一度に加えるとダマになるので注意してください。また加えます。徐々になじませていきます。少しずつねこのようになじませていってください。火加減はね弱火で大丈夫です。はい、 OK です。このように滑らかになるまでしっかりと混ぜてください。一旦火を止めます。もし途中でですねダマになってしまった場合は一度火を止めてよく混ぜてください。そしてその後またねもう一度火にかけていただくといいかなと思います。それでもどうしてもまだダマダマになってしまったっていう時は一度フライパンから取り出して泡立て器でよく混ぜて、その後またフライパンに戻し入れて加熱していただくといいかなと思います。こんな感じです。そしたらね最後味付けします。コンソメとあと塩コショウですね。こちらはお好みの味付けにしてください。でまだね火にかけない状態です。一度混ぜてそして火にかけます。最後ねふつふつするまで加熱してください。火加減は弱めの中火ぐらいです。はい、 OK です。このようにふつふつしてきたら止めます。ホワイトソースはこれで完成です。それではねご飯にのせていきます。まず最初にですねご飯の上にホワイトソースをのせます。こちらの量はねお好みで OK です。続いてこの真ん中にミートソースをのせます。この量もねお好みで OK です。そしたらねあとはこの周りにチーズをのせていきます。はい、こんな感じです。真ん中のミートソースのところは開けておいてください。それではこちらをトースターでチーズがとろけてこんがり焼けるまで焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。あとはお好みでパセリを散らして召し上がってください。これで完成です。はい、これでミートドリアの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように焼き色もついて美味しそうに仕上がってます。最後上にパセリを散らしました。こちらはお好みで散らして召し上がってください。はい、中身はこんな感じです。そして断面はこんな感じになってます。とても美味しそうに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。最高に美味しいです。このホワイトソースとミートソースの相性がバッチリですね。美味しい。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のミートソースドリアのポイントです。まずミートソースなんですが、具材をしっかり炒めていただいて、一番初めにお砂糖を加えてください。このお砂糖が加わることでミートソースのコクがアップします。さらに一番初めに入れていただくことでよりコクが出やすくなります。そしてミートソースの材料を加えたらじっくり10分から15分ほど煮込んでください。じっくり煮込むことでコクと旨味がアップして美味しい仕上がりになります。そしてホワイトソースを作る時のポイントです。
ホワイトソースはまずバターと薄力粉をだいたい2分ぐらいですね、しっかりと火入れしてください。ただ火加減が強すぎるとバターが焦げてしまいますので、火加減は注意して加熱するようにしてください。そしてその後牛乳を加えるんですが、牛乳はですね、必ず少しずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。この牛乳を一度に加えてしまうとダマになって綺麗な仕上がりにならなくなってしまいます。ダマにちょっとなりそうだなと思ったら一度火を止めて、そしてしっかりと混ぜてからまた火入れするようにしてください。それでもですね、ちょっとダマが気になるなという時は一度ボウルに開けていただいて、そして泡立て器でね、よーく混ぜていただくと滑らかになると思います。あとはご飯、ホワイトソース、ミートソース、そしてとろけるチーズをのせて焼いてください。焼き時間に関しましては、こちらはトースターの種類とか、あとは量とかによっても変わってくるので調整していただけたらと思います。今回の分量でいくとだいたい4人分ぐらいになるかなと思います。どのくらいのせるかによっても変わってくるので、目安にしていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はミートソースドリアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。